ハロー、ミリです。4月の1週目に淡路島に旅行に行きました。おすすめの観光スポット、美味しい食べ物を紹介するね。動画の最後で旅行中の気温とコーディネートも紹介するよ。それではスタート。じゃーん。淡路島はこんな形の島です。フリーハンドで描きました。兵庫県の一部で淡路市、洲本市、南淡路市の3つの地域に分かれています。淡路島は日本の神話にも登場する古い歴史を持つ島です。イザナギの命という神様と、イザナミの命という神様が生んだ淡路の穂の沢家の島が今の淡路島だと伝えられているよ。まずは淡路島の北部エリアをチェック。淡路サービスエリア、江島、国営明石海峡公園の3つのスポットに行ったよ。お昼ご飯は寿司割烹源平というお寿司屋さんでいただきました。サービスエリアは眺めが最高でした。スタバもあるよ。カフェラテ買ってテラスでゆっくりするのも良さそうだね。ただし、トンビが近くを飛んでいるので、食べ物はさらわれちゃうかもしれないので気をつけてね。サービスエリアの後、寿司割烹源平さんでお昼を食べました。ここのお店はカウンター席から岩屋港が見えます。海を見ながら食事ができるので気分がとってもさっぱりするよ。お寿司を8貫、焼き穴子、お作りをいただきました。お寿司は新鮮で、淡路島の近くで採れた魚介類も使われていて、とっても美味しかった。というのも、このお店にはとても大きい生けすがあって、そこから魚を取ってきてすぐ締めるから新鮮なんだって。それから生の穴子が出てきて、今まで食べたことがなかったので、びっくりしたけど、まろやかで美味しかった。淡路島産の紫ウニもいただきました。口の中ですぐ溶けちゃった。淡路島のウニなんて、なかなか食べられないし、貴重だよね。運が良ければ入荷しているそうです。源平さんのすぐ近くには江島があります。本当に小さい島なんだけれども、岩や松の木の形が絵のように綺麗です。この形は波や風の作用で自然に作られたものなんだって。空と海の色のグラデーションもまるで浮世絵のようで素晴らしいので、晴れている日にぜひ行ってみてね。1日目の最後に行ったのは国営明石海峡公園です。ここにはチューリップを見るために行きました。可愛らしい色のいろんな種類のチューリップが満開で大満足でした。最近はすぐに暖かくなるからチューリップを見ようと思ったら4月頭くらいがベストかもね。チューリップ以外にもたくさんお花が咲いていたよ。桜もまだまだ散っていなくて満開をちょっと過ぎたくらいの状態でした。この公園はチューリップの植え方がとってもセンスが良くて素敵でした。色の組み合わせ方がポップでカラフルで最高です。お花見を満喫した後に宿泊先に向かいます。今回泊まったのは淡路島の中部にあるホテルニュー淡路さんです。こちらのホテルとってもおすすめです。まず景色が素晴らしいの。オーシャンビューで朝日の海、夕日の海、月夜の海が全部楽しめます。客室も大浴場もオーシャンビューです。大浴場は3種類あって、広くて開放感抜群。インフィニティプールみたいになっているお風呂もありました。そして、スタッフさんはとても温かくて丁寧です。館内は清潔で、ところどころにお花が飾ってあって、心が和みます。お庭に桜の木もありました。写真のように広くて窓の大きいラウンジがあって、ケーキやお茶を楽しめます。ラウンジは桜の木がよく見えるのでおすすめの場所です。
2日目になりました。ホテルの美味しい朝食を食べた後に、渦潮を見るために、島の南にある福良港に向かいます。渦潮は船に乗って船の上から見ます。この日は運よく大潮で海水がたくさん集まっていて、かつ潮の流れも速かったので、くっきりした大小の渦潮がたくさん発生していました。渦潮は太平洋と瀬戸内海の潮の干満差により激しい潮流が発生することでできる自然現象なんだって。渦潮を見るときのポイントは、ホームページの時刻表から大潮の日と潮流の早い時間帯をチェックすること、帽子やスカーフを頭にかぶること、スマホやカメラにストラップをつけることです。2日目のお昼は、福良港近くの渦潮テラスで淡路島バーガーを食べました。材料に淡路島の農産物をたっぷり使っています。トマトソースも玉ねぎもビーフも淡路島産。細胞から淡路島を満喫します。大人気のハンバーガーなので、平日でも20分くらい並びました。日差しも強いので、日よけのある席を早めに確保するか、日傘を持っていくことをお勧めします。車の中で食べるのが一番楽かも。2日目の最後。淡路島の中部に戻って淡路島モンキーセンターを訪れました。ここでは淡路島のニホンザルに会うことができます。園内ではお猿たちが普通に生活しているので、とても近い距離から観察できます。小猿ちゃんたちもたくさんいました。淡路ザルのリーダーには優しさ、寛容さが求められるそうです。弱った小猿の面倒をリーダーのオスが見る場合もあるそうです。これはとても珍しい現象なんだって。淡路ザルは全体的に優しくおとなしい性質の集団だそうです。3日目。淡路島最後の日に向かったのは西海岸エリアです。幸せのパンケーキというパンケーキ屋さんに行きました。ここはとても人気のスポットで、平日開店の30分前から並んでもお店に入るまで1時間くらいかかりました。予約がおすすめです。写真撮影にもぴったりのスポットだよ。パンケーキはふわふわスフレタイプで美味しかった。以上、2泊3日の旅でした。3日間のコーディネートはこんな感じ。1日目、気温は19度、晴れ。正直寒かったです。長袖にしておけばよかったなぁ。2日目、21度、晴れ。なんだかこのコーディネート、ジンベエザメっぽいよね。あ、ローソンのカフェオレ、大好きです。3日目、17度、曇り。3日目は曇っていたので、このコーディネートだと寒かったです。おしゃれ重視でコーディネートを組んだら思いのほか寒かったので、春に淡路島に行くときには、暖かくしていくと快適に過ごせます。最後まで楽しい旅だったね。各スポットの公式ホームページのリンクは概要欄にまとめてあるよ。それじゃまたねー。